こんな感じで粗いのが残りますんでね。これふりかけにする分ですね。このままでももちろんなんですけど、いりごまをねからいりします。ちょっと料理教室になりましたけど、これ知ってると結構重宝しますので、次のは1つかみ分ぐらいでしたよね。でそれに対してごまがまあ小さじ1杯ぐらい、もうこのぐらいですね。こんな感じでからいりしますね。からいりして、で、さっきのふりかけの中に入れます。で塩、もう塩も適当ですけどこのぐらい入れました。混ぜます。杉菜ふりかけ、杉菜ふりかけです。できました。これ後で食べましょう。お塩っていうのはもうお好みでっていうことですね。お好みです。はい。ごまもお好みで、はい、適当です。とりあえずね、杉菜の風味をちょっとよりまたね美味しくなるように入れてみました。そしてまだ今10分なんで、あと10分煮込む間にお茶を入れましょう。さっきね半分だけ取っておいた杉菜ありますよね。これをもう何でもいいです。急須でもポットでも杉菜のお茶いただきましょう。よいしょ。ポット入れます。なんかいっぱい落ちてる。よいしょ。いいですね。ちょっと多いかもしれないけど、ここに熱湯を入れます。沸騰したお湯です。フレッシュでも生でもいいんですけど、一回からいりしてる方がえぐみ級かな、ちょっと苦みが取れますので、一回ちょっと一手間入れて今日はやってみました。これだいたい3分か5分ぐらい蒸らして、でそれからちょっといただいてみましょう。はい、楽しいですよねこれ。しなーっとなってますよね。もう今15分くらいかな。はい、あと5分ぐらい、ちょっとやっぱり20分ね、全部で20分ぐらい沸騰してから20分ちょっと今のうちに染める布の準備をします。で今日またこのシルクですけど、ガーゼのねシルクガーゼ、通気性がいいので、今してます。これを染めたいと思います。ぬるま湯になるかな。出てますね。ねえ。5分ぐらい蒸らしたらこんなに杉の成分が出てねえ、お茶になりましたので飲んでみましょうか。そしたらお茶、はい、杉菜茶ができました。香ばしい。美味しい。やっぱり一手間入れてからいりしているのでえぐみがなくてほっとするような麦茶とも違うね。結構リラックスしたりね、なんかちょっと力がほっと抜けるような美味しい。さっきふりかけはね抹茶みたいな香りがしましたよね。でも
うん、どちらかというとこうなんか抹茶寄りの香りがするので、うん、でももう草のえぐみがなくて、もう意外とこういっぱい飲んでも全然美味しいっていう感じです。うん、だから杉菜だけでこの味が出てるので、大体はねブレンドしたりしてえぐみをね、したりもう何種類か掛け合わせるんですけど、一手間ちょっと空入りするだけでもう十分この単品でもお茶として美味しいですのでね、意外とこの土曜の期間のデトックスにすごくいいと思います。うん、はい、空入りでえぐみが取れるの？そうです。いるっていうのは意外とほら青臭さとかを取ります。だからお茶もいるんだ。いりますよね。であと発酵したりとか何回かいろいろされますけど、今回もこれは手軽なパターンです。もう手軽に一日天日干しで空入りだけでもう簡単なのしか大変じゃないですか他にね。ではそろそろ染液が出来上がりましたので、染液の色が結構お茶に似たような色出てきてます。見ますこれわかりますかね。ちょっと見にくいかもしれないけど、ほらこここの染液から杉菜をこんな風にこう溶けて外してね、杉菜を外してで、最後にこういうよいしょこういうね穴開きのお玉ですくうっていうやり方ももちろんお家の方では手軽でできます。ただ今日はね布でこしますね。ストールを染めたいと思いますので、一応お家にあるシーツでも何でもいいですので古い布をかけてこのままいきます。こんな感じですね。結構色が変わりましたねこれ。でこの染液を移します。熱いので気をつけて、そしてこれを火に戻します。どっちかというと弱火ぐらいでいいです。そして布を入れます。できるだけ広げてね。で静かに入れますよ。ここから20分ぐらいちょっとコロコロこうコロコロっと混ぜながらゆっくりなじませます。はい。なんか優しい色になってきました。杉菜ちゃんの色が。春一番に芽吹くのってつくしじゃないですか。でつくしの赤ちゃんが出て、でつくしのある場所をずっと観察してたんですね。好きで。で、つくしの出るところから杉菜が出るのかなと思ったら、そうじゃなくてですね、つくし同士は最初に「おはよう」ってこうね春になると出るんだけど、つくしたちの地下茎というのかな、地中に土の中の茎がつながってる、まあ猫ですね。地下茎の間から杉菜が出てきたんですよ。だからつくし
が先だから親御さんかなと思うんですけど、その地下系の杉名さんたちが親御さんっていうことですよね。もともといらっしゃったので、でまたその子供さんがポコポコ生まれてる感じ。まあちょっともうちょっと観察します。はい。ただこのね杉名ってちょっと調べてみたら何億年かな、2億3億年前からずっと途絶えてないんですよ。奥だったんですよ。それだけ生命力が強くてしっかり地下でつながってるので、何かしらこうアクシデントがあってもちゃんと息つないできてる。すごいですよね。私たちの大先輩。ね、だからもうこの子たちは命が本当になんていうのかな、生きる命が強いじゃないですか。なのでそれをこう身につけたりとかいただいたりとかして、で私たちも寄り添おうっていう思ってます。はい。力強く生きていきたいですよね。よいしょ。じゃあ火を止めて焙煎液につけます。今日はねちょっとこの若草色っていうのを出したくて鉄焙煎、鉄ですね。錆びた釘とかでも作れますけど、若干そのぐらいちょこっと鉄を入れました。染めた繊液から出したのは熱いですのでね、これを入れていきます。よくもみ込んでいただいて、でこれも焙煎もだいたい20分ぐらいこのまま置きます。生えてた時の若草系の緑系新緑っていうかな、あっちの色をちょっと持ってきたいじゃないですか。黄色によってもいいんですけど、今日はちょっとこう若草の緑みたいなのを持ってきたくて鉄入れてみました。若干ちょっとグリーンっぽくないですか？なんとなく。この後またね染液に戻したらどうなるか分かりませんけど、なんとなく緑が近くないですかこれね。ちょっとこう初々しいっていうかな、ちょっと草原みたいな感じに持ってかれたらいいなっていう感じです。優しい感じ、なので鉄の量は本当に少量で入れました。20分経ちましたのでこちらを戻していきますね。入れた時とまた違って結構緑が若草のようなね、若々しい感じの色が分かりますかね。またここから変化しますのでこちらを染液に戻します。よいしょ。もう今度は弱火ですね。弱火で定着から固着ですね、しっかり布についてくれるように杉菜の成分が、しっかりついてくれるように
あとここからまあ10分から20分ぐらい様子見ながら染液にかけます。ちょっと揚げてみましょうか。こんな感じで素敵ね。ね、杉菜ってすごいですよね。万能ですね。優しいね。見てください。なんとも言えない緑じゃないですか。まあこのまま乾いてなるかどうかは別ですけど、この時点でもう杉菜大好きになりますよね。今までにないこのグリーン、まあここから乾いたらね、もちろん変わっていきますけど、この時点でももうすごい癒されますよね。もう身近にね、こんな宝物がいらっしゃったとは素敵ですね。はい、じゃあこのままちょっと10分置きます。今ちょっと焙煎待ってる間、先ほどのこれ杉菜ふりかけをご飯にかけます。ちょっとどんなにか、ちょっとこんな感じ。これでどうぞ食べてみます。いただきます。結構ね、香りが抹茶。美味しい。ごまも香ばしいですし、このね、杉菜も香りがいいですので、塩が効いて、これおにぎりにしてもいいし、結構ご飯しかない時とか、まあなんか緊急の時とかでもすごくこのふりかけあれば、美味しいです。ぜひやってみてください。揚げていきます。で軽く水洗いします。細かな葉っぱがついていることもありますので、それもちょっとね、ここで流せたら流してください。こんな感じで。でこれ干します。今から。はい。染め上がりました。で干しますね。よいしょ。こんな感じに染め上がりました。どうですか？ね、優しいなんか若草色みたいなね、なんかこう肌に馴染みやすい感じの優しい雰囲気になりました。はい、今日は、杉菜を採取して、でいつもみたいにこう染めるっていうこともそうなんですけど、その今の時期だからこその杉菜を使ってお茶とか、あとふりかけ作ったりとか、いろいろの香りで楽しんだりで、あとまあこれを首に巻いたりしてね、新緑に向かう季節を楽しんでいただけたらと思います。皆さんもぜひやってみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。